で優しいパパとして慕われていた PTA 会長の男が28歳の女性を汚泥タンクに生きたまま沈めたのだ。汚泥タンクって死尿処理の？信じられないわ。発見された遺体には頭部だけで20回以上、手の傷を含めると30回を超える殴打の跡があったのだ。しかも男は逮捕されてなお一切の罪を認めなかったのだ。30回以上も殴ってそれでも冤罪を主張したの？男の車のフロアマットには被害者の DNA が残っていた。フロントガラスとバックミラーは破損し、車内には争った形跡が残されていたのだ。遺体が見つかった翌日、男はその車の修理を業者に依頼しているのだ。なぜこの男はこれほど明白な証拠が残っていながら最後までやっていないと言い続けたのだろうかのだ。被害者の女性は事件当時28歳、滋賀県内の会社に勤める会社員だったのだ。同僚たちによると、いつも明るく気配りのできる女性で職場の雰囲気を和ませる存在だったと伝えられているのだ。まだ28歳だったのでこれから人生がたくさんあったはずなのに。事件の直前、彼女は同僚に日常的に暴力を振るわれている、怖いと打ち明けていたのだ。助けを求める言葉を確かに周囲に残していたのだ。事件前にすでに暴力があったの？それは上司からということ？そうなのだ。加害者の男は事件当時40歳で被害者の直属の上司にあたる人物だったのだ。男には妻も子もあり、地域では PTA 会長を務めるほど信頼されていたのだ。 PTA 会長なんて外からは絶対にわからないわね。2人が出会ったのは職場で、上司と部下という関係がやがて不倫へと発展したのだ。男には家族がいたにもかかわらず彼女との関係に深く執着していったのだ。不倫関係というより上司という立場を使った支配だったんじゃないかしら。当初は職場での接触が中心だったと見られているが、次第に男の言動はエスカレートしていったのだ。暴力を日常的に振るわれていたという彼女の言葉がそれを裏付けているのだ。暴力まで振るっていたならもはや交際じゃなくて支配よね。彼女は同僚に怖いと伝えていたが、上司という立場がある以上関係を断ち切ることは容易ではなかったと見られているのだ。職場という逃げ場のない環境が彼女を追い詰めていったのだ。相談を受けた同僚もどうすることもできなかったのかしら。同僚への相談はあったが、当時それが警察への通報や具体的な保護につながった記録は残っていないのだ。怖いという言葉は届いていたのに、彼女を守る手は差し伸べられなかったのだ。助けを求める声があったのに防げなかった。本当に悔しいわ。2009年6月10日から11日にかけての夜、事態は動いたのだ。男は何らかの形で彼女を自分の車に乗せ、滋賀県米原市内の死尿処理施設へと向かったと見られているのだ。なぜ彼女は車に乗ったのかしら。怖いと思っていたはずなのに。上司という立場から断りきれなかったのか、あるいは呼び出しに応じてしまったのか、詳細は明らかになっていないのだ。ただ車内ではすでに激しい争いがあったことが破損したフロントガラスとバックミラーが物語っているのだ。車の中で暴力を振るわれて逃げられなかったということね。この後事態は急転するのだ。男は車を施設の敷地内に乗り入れ、彼女を外に引きずり出したと見られているのだ。辺りは人気のない夜の闇に包まれ、彼女の声が届く距離に誰もいなかったのだ。男は手にした金槌を振り上げ、彼女の左後頭部めがけて力いっぱい叩きつけたのだ。一撃では止まらなかった。2、3、そして何度も何度も振り下ろし続けたのだ。法廷で証言した医師によると、頭部だけで20回以上、手の防御創を含めると30回以上の殴打が確認されたのだ。彼女は地面に倒れ込みながらも手をかざして身を守ろうとしたのだ。しかしその両手にも容赦なく凶器が叩きつけられ、やがて抵抗する力を失っていったのだ。言葉が出ないわ。意識を失った彼女を男はそのまま死尿処理用のタンク層へと投げ込んだのだ。タンクの中には汚泥が満たされており、倒れ込んだ彼女はその中に沈んでいったのだ。まだ生きていたのにそこに沈めたということなの？そうなのだ。死因は汚泥を吸引したことによる窒息死と鑑定されており、彼女は最後の瞬間まで意識があった可能性が否定できないのだ。2009年6月11日午後8時頃のことだったのだ。なんてひどいことをしたのかしら。胸が張り裂けそうだわ。翌12日、男は何事もなかったかのように自家用車の修理を長浜市の販売会社に依頼したのだ。破損したフロントガラスとバックミラー、そして車内に残った争いの痕跡を消し去ろうとしたのだ。証拠を消そうとしていたのね。しかも翌日に。しかし15日に修理を取りやめており、車内に残った血痕が決定的な証拠となったのだ。 DNA 鑑定でフロアマットの血痕が彼女のものと一致し、2009年6月19日、滋賀県警捜査一課と米原警察署が男を殺人容疑で逮捕したのだ。逮捕後も否認を続けたのよね。そうなのだ。男は最後まで全面否認を貫き、反省の態度を見せることなく
最終的に懲役17年の判決が最高裁の上告棄却によって確定したのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まずこの男の心理について考えてみたいのだ。僕はこの男は愛情と支配を根本的に混同していたと思うのだ。どういうこと？たら好きすぎただけじゃないの？そこが問題の核心なのだ。好きだからという言葉で支配を正当化してしまう心理は愛着障害や境界性パーソナリティ障害に近い構造を持っているのだ。境界性パーソナリティ障害って感情のコントロールが極端に難しい状態よね。そうなのだ。この男は彼女が逃げようとするたびにそれを裏切りと受け取って暴力で支配しようとした可能性があるのだ。被害者が同僚に日常的に暴力を振るわれている、怖いと相談していたという事実はこの支配が長期間続いていたことを示しているのだ。日常的に暴力を振るっておいて愛情だなんて、それはもう愛情じゃないわよ。僕もそう思うのだ。境界性パーソナリティ障害の特徴の一つに見捨てられ不安があるのだ。相手が離れようとする動きに極度の恐怖と怒りを感じ、それが暴力という形で出る構造なのだ。でも妄想性障害という見方もできないかしら。彼女が自分を裏切っていると信じ込んでいた可能性もあるわよね。その視点は鋭いのだ。妄想性障害であれば彼女の行動すべてを敵意の証拠として読み替えてしまう認知の歪みが起きていた可能性もあるのだ。ただ僕が注目するのは車のフロアマットに血痕が残ったまま修理を取りやめた点なのだ。どういう意味？証拠隠滅しようとしたんじゃないの？最初は証拠隠滅を図ったのに途中でやめているのだ。これは衝動的な行動と計算的な行動が混在しており、妄想よりも感情調節の破綻、つまり境界性に近い像を示していると思うのだ。衝動で動いて途中でが2回るけどもう取り返しがつかない、そういうことかしら。僕はやっぱりこの男は愛着の歪みと支配欲が組み合わさった境界性に近い心理構造を持っており、好きだからという感覚そのものが彼女への支配と暴力を駆動していたと思うのだ。私も同じ見方だわ。好きすぎた、和面財布にならない、それが結論よね。ではもし周囲や警察が早く動いていたらこの事件は防げたかもしれないという話をしたいのだ。被害者の女性は同僚に日常的に暴力を振るわれている、怖いと相談していたのよね。それが事前にあったならなぜ止められなかったのかしら。そこなのだ。被害者はすでに助けを求めていたのだ。しかし当時職場内の暴力はストーカー規制法の対象として明確に捉えられにくく、警察が介入する根拠として機能しにくかったのだ。職場の上司からの暴力ってストーカーと認定されにくいのよね。それ自体がもう制度の穴だわ。ストーカー規制法は付きまといや連絡の繰り返しを規制するものなのだ。しかし支配的な関係性の中で起きる日常的な暴力や恐怖の訴えには直接対応できる条文が弱かったと思うのだ。結局被害者が証拠を集めて警察に届け出て逃げるという負担を全て負わなければならない構造よね。それがおかしいわ。そこが最も根深い問題なのだ。なぜ暴力を振るっている側ではなく怖い思いをしている側が動かなければいけないのかという問いに社会はまだ十分に答えられていないのだ。加害者を職場から引き離す仕組みも接近を禁じる早期の措置も機能しなかったということよね。加害者は PTA 会長という地域の顔を持ち、職場でも上司という立場だったのだ。こういう信頼される人物層が周囲の疑いの目を曇らせ、被害者の訴えを孤立させた可能性があると思うのだ。優しいパパとして知られていたからこそ誰も本気にしなかったのかもしれないわ。それが被害者をさらに追い詰めたのね。社会的地位や評判が加害者を守る盾になってしまうのだ。これはこの事件だけの問題ではなく支配的な関係性における暴力全体に通じる構造だと思うのだ。加害者を止める仕組みが機能するためには被害者の訴えを信じることから始めなければいけないわよね。僕はやっぱりこの事件は個人の強行である以前に被害者の声が届かない構造そのものが生んだ悲劇だと思うのだ。周囲も制度も彼女を守る最後の一手を打てなかったのだ。逃げなければいけないのは被害者じゃなくて加害者を社会から排除する仕組みの方が先に動くべきだった。私もそう思うわ。同僚への相談があった時点で職場、警察、行政が連携して介入できる仕組みがあればあの夜は来なかったかもしれないのだ。それがたらればで終わってしまっていること自体が今も続く問題だということよね。制度の穴は誰かが犠牲になって初めて見えてくる。その繰り返しをどこかで断ち切らなければいけないのだ。というわけで今回は2009年に滋賀県米原市で起きたオデータンク殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？被害者の女性が日常的に暴力を受けながら声を上げ続けていたこと、それでも守られなかったことがずっと胸に刺さったままよ。仮説パートで話した構造の問題、
という視点も改めて考えさせられたわ。当時28歳だった被害者の女性は誰かに助けを求めていたのだ。その言葉が届かなかったことを僕たちは忘れてはいけないのだ。どうか安らかに眠ってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。